皆さん、こんばんは。今回は、リゾートデザートの地下、古代の城。そして、そこから子供へ、ヒウンゲ水道まで伸びる古代の抜け道。ブラックホワイト1では古代の抜け道は存在せず、リゾートデザートから古代の城に侵入するダンジョン。逆にブラックホワイト2ではリゾートデザートから古代の城に侵入できなくなり、ポケモンワールドトーナメントから古代の抜け道、そして古代の城に侵入するダンジョン。そういった、1と2で全く違う構造となっているこの一体ですが、どうせならどっちも作っちゃえ。ということで、1と2を合わせ、最大限再現できるエリアを作成しました。その結果、まあ見て感じていただいたかと思いますが、広すぎたね。そりゃあね地下に埋めたからパッと見じゃわからないですが、地上で言えば、リゾートデザート、6番道路、子供への跳ね橋、子供へ式、ポケモンワールドトーナメント。この一帯に、リセット洞窟を作ったわけですから。そりゃあ広くなるよー。広いってのは、当然作業量もなかなかのものでして、ついこの前のリバースマウンテンに続き、かなり苦労しました。まあ単純に広いだけならいいんです。地下に埋めて隠せばどうとでもなりますから。問題はやはり、地上との出入り口の接続。どこの洞窟や地下を作っても、必ずこれで悩む。しかし今回は群を抜いて、厳しい。まず、古代の城とリゾートデザートの2カ所。リゾートデザートの北東にある地下に続く階段、これがいわゆる入り口で、そこから優差に飲まれ、どんどん深部に進むわけですが、その出口、これがリゾートデザート北西にある朽田島。こことも繋がっているわけです。この2カ所、これが繋がらない。なぜなら、リゾートデザートはえらい狭いのに、古代の城はえらい広いからですね。やっぱリゾートデザートは広く作らないとダメな場所だった。とは言っても今更手直しする気もないので、古代の城に長い通路を作って、無理やり繋げました。古代の城自体を小さく作るってことも考えたのですが、まあ、この遺跡、これ以上小さくしちゃ探検している感じもなくなっちゃうだろうし、ウルガモス君がいる同じ部屋が続く深部のエリアも、それなりに雰囲気出すためには広さが必要だと思い、そういったメインのエリアを重視した結果、このような形になりました。それで古代の城はなんとか作ったわけですが、続くは古代の抜け道。古代の城深部の南西に穴が開いており、そこからほどもえして南のポケモンワールドトーナメント会場。そしてヒウンの地下、ヒウン下水道に繋がる洞窟を作るわけです。が、ここは本当にもう、無理でした。無理やり繋げるどころか、繋げるのが無理。とりあえず、ほどもえ方面は最初から繋げるつもりだったので、抜け道を東西に伸ばして、無理やり接続。高さが全然合わなかったので、えらい長い階段を用意する羽目になったのですが、地下6階ほどまで下った古代の城から続く古代の抜け道と、ポケモンワールドトーナメント側の海面あたりにあるその出入り口の高さが合うわけないじゃん。と開き直りやけくそになった結果です。お許しくれっぴー。これもこれで雑なわけですが、もっと雑なのはヒウン下水道側。これが無理。まず、古代の抜け道をいくら南北に伸ばそうと、ヒウンが遠すぎる。リゾートデザートと5番道路を横断するわけでしょう。無理だってー。なので、そこは最終手段、コマンドブロックを設置してテレポートするようにしました。これはすごい個人的なこだわりなんですが、あまり、エリア間をつなげる方法としてテレポートは使わないようにしています。このマイクラで一種を作るにあたっては、なんかこう、世界が一つに繋がっている雰囲気を出したいと思っているわけです。といった時に、途切れたエリアをテレポートで繋げる方法は、その雰囲気を打ち消してしまうかなと。そんなわけで、なるべくテレポートは使わず、エリアを繋げていくことを心がけていたりします。
それであんな長い通路や階段があったらその方が違和感あるだろ。という意見もごもっともなので、これは本当にただ個人のこだわりってだけの話ですね。そんなこんなで、なんとか完成し、地下に移設。これだけの広さになったわけですが、すべて地下送り、一見したら何もない、作ってないように見える。けれどもかなり悩み、時間をかけ、頑張った古代の城と古代の抜け道がこちらです。ということで、古代の城と古代の抜け道でした。大変だった。このダンジョンを見て回りたいって軽い気持ちで挑むんじゃなかった。でもまあ、その分、探索しがいのある場所になったんじゃないかな。本家ホワイト湾で、最深部にてウルガモス君に会えた嬉しかった思い出。嬉しくて捕まえないまま今もそこにいるんですが、ブラック2ではかけらを集めるためにしょっちゅう訪れていた場所。結構サクサク集めることができて、あれはあれで楽しかったんだよね。なんだかんだ思い出のある場所。そんな思い出を形にしたような、遺跡を探検している感じになったかな？ともかく、これで遺跡やら洞窟やら、閉鎖的なところはおさらばして、次回はもうちょっと今回と雰囲気の違う、広々としたところに何か簡単なものを。よし、リバティガーデン島を作ろう。島作るのは慣れているので、サクッとできるでしょう、多分ね。ということで、次回は全く雰囲気の違う場所を作ろうと思いますので、また次回、よろしくお願いします。